こんばんは。前回事件の聞き込みを行った際にあまりにもご不在の部屋が多かったのが気になってアパートの全室調査を行っております。こちらのアパート、かなりのいわくつき物件でして、なんとこれまで4名の住民が殺害され、1名の住民が逮捕されました。超ド級の事故物件ですね。治安最低のこの町でもさすがに殺人はアウトのようで、犯人はしっかりと逮捕されます。その後、町でお見かけすることはなくなります。どこへ行ったかは存じ上げませんね。そんなわけでどれだけ空室があるのかを調べておりましたが、今のところ思ったよりも少ないです。あれ？見たようなお名前が。これは、イグナシオ・クラッシーのデスクより、医務官として診察、処方を行った。これは、前回殺害されたイグナシオさんの生前のお仕事じゃありませんか。こんなこともあるんですね。さて5階まで一通りの部屋を拝見しまして、残るはこちら、001号室です。どうも、探偵ですか？お留守のようです。では早速お邪魔します。おっと、これは、イグナシオさんのお部屋でしたね。さて、事故物件を探検しながら事件発生をお待ちしておりましたが、残念ながら本日は平和のようです。依頼の日としましょう。役所はまだ限界態勢でしたか？もうこれずっとこの状態なんじゃないですか？そういえば、1クローは日本円でいくらくらいか、というコメントをいただきましたが、私は100円くらいだと思って過ごしております。たこ焼き1皿400円。いや、1クロー200円でも良い気がしてきましたね。しかしそうなると焼きそばパンが1200円は高すぎますか？あれ、コーラって1クローでしたって。うちの自販機だと2クローじゃありませんでした。さて、ご飯も食べましたし、そろそろ今日の依頼を決めましょう。尾行はこれまできちんとやっていませんでしたって。今日はこれにしましょうか。この町では様々な依頼を受けることができますが、正直、この尾行が一番難しいと個人的に思っております。うまくいくと良いんですけど。よう、付近のどこかにブリーフケースを持った市民がいるんだ。この人物の体格は平均的で、身長は高い。髪は白髪混じりで、目の色は青色だ。これですよ、これ。この人物はもうすぐまず初手からめちゃくちゃ情報量が多いのでそこで圧倒されてしまうのですが、実は問題なのはそこではなくてですね、時間制限がきついんですよ。ターゲットが移動を始める前にターゲットを特定しなくてはならず、その猶予がかなり短いんですよね。依頼が土壇場すぎると思います。せめて取引の前日くらいにはご依頼いただけませんか？白髪ありますか？見るからに違いますね。次、だいたい近くにいるっていうのがどのくらいの範囲までなのか。おやソフィーさん、まだおられたんですか？あれ？いやいやまさかそんな、ソフィーさんは全然裏取引とかとは無関係の、家に泥棒が入ったり、パートナーに浮気されてしまっただけの善良な依頼者さんですよ。ですよね。ソフィーさんは偶然特徴が合致しているだけで、おそらくこの周辺に似たような人が、ターゲットが移動を開始したっぽいです。ソフィーさんが立ったコートに着替えてアタッシュケースを持って歩いておられる。ソフィーさん、これはさすがに確定です。これよりターゲットの尾行を開始します。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。現在、ターゲットはホテルを出て最初の通りを左に曲がりました。ちょっと待っててくださいねソフィーさん。引っ越し作業中にカメラを置いてきたのを忘れておりまして、すぐですから、すぐ追いつきますから。いやカメラはいつでも持ち歩かないとダメですね。探偵うっかりでした。ソフィーさん、まだいますよね？よし、何の問題もありません。尾行を続けます。さて、この町では通りすがりの人物を病死していると怒られます。ですので尾行の際は注意が必要なのですが、正直、ターゲットの特定が一番の難所ですので、あとは特に問題ないと思います。結構歩きますね。ソフィーさん、取引現場はどちらでしょうか？ふむ環境活動家が逮捕されたのですか？最近は活動が過激化しているらしいですからね。それともこれもスターチコーラの陰謀なのでしょうか？ごまかせましたね。追跡を続行します。ターゲットが人通りの少ない方向に向かっています。そろそろ取引現場でしょうか？それとも尾行を警戒してまだ歩きますか？おっと、あちらは合言葉でしょうか？来ました。依頼人からの指示です。こちらが取引現場のようです。慌てずにまずは取引現場の撮影です。お二人ともこちらを見ていないのでいけるはず。ソフィーさんと取引相手が映っていることを確認しました。お相手はドナル・ウィルソンさん。今回の依頼内容は取引現場の撮影、取引相手の特定、そしてブリーフケースのダッシュです。あとは隙を見てブリーフケースをダッシュ。撮影には気づかれていないようですので、このまま様子を伺います。というより今はまだ取引が成立して、しました。今目の前で取引が行われました。ターゲットをドナルさんに切り替え、引き続き追跡します。どうしましょうか？おそらくドナルさんはこの後、ご自宅にブリーフケースを置きに行くと思われ
。そこでお部屋にお邪魔してダッシュという形になるでしょうか。あれドナルさんでは失礼して、隙があったのでとっさに拘束してしまいましたが、これ、いけます？とりあえずお持ち物を拝見してみますか。これでいいのでしょうか。良さそうです。対象を発見しました。確保。依頼も更新されましたね。これでよかったみたいです。ではドナルさん、ご協力ありがとうございました。あなたにもきっと依頼人がおられるでしょうが、そちらはうまく言っておいてください。お達者で。なんか、見た目上はまだブリーフケースをお持ちですね。見なかったことにしましょう。シャドウズ・オブ・ダウトバージョン 1.0 は9月26日リリース予定らしいです。それでは依頼人に連絡して仕事を終わらせましょうか。今ですか。もうちょっとだけ待ってくださいね。それでは気を取り直して依頼人さんにご連絡を。そういえばこのブリーフケース、どうしましょう。写真と一緒に提出すればいいですか。わかったか？よし。パーカーストリートの電話ボックスの近くにブリーフケースを置いてくれ。見つけたものをジェイコブス・カステーデス603号室のドアの下から投函してくれ。なるほど、承知しました。ではまずは電話ボックスを探しましょう。ちなみにこの怪しげなブリーフケース、開けるなよ、絶対開けるなよ、と言われておりますので、せっかくですから開けます。普段なら言うところですが今回は開けません。開けると依頼失敗扱いになりますし、最悪の場合死にますので、気になる方はぜひ試してみてください。電話ボックス、ありましたね。ではご指定のものをご指定の場所へ。違うんです。投げるっていう選択肢しかなくて。あれ？配達完了になっていませんね。一瞬完了したように見えたのですけど。では電話ボックスの中に入れないといけませんか。今度は受けました。正解ということでしょうか。まだダメですか。一応もう一度書類を書き直してみましょうか。今度はいけましたね。どうやらブリーフケースを置く前に書類を作ってしまうと正しく判定されないようです。なんだか色々なことがありましたが、何はともあれ依頼完了です。いやーまさかソフィーさんが裏取引に加担しておられるとは。探偵を続けていると少しずつ顔見知りが増えてきて、こういうハプニングが起こるのが楽しいです。さて、締めに依頼人さんのお顔を拝見してから事件の捜査に行きましょうか。どうも、探偵ですが、依頼人はキャロライン・ラッセルさんであると確定しました。が、このお名前と体格、そしてこの印象的な壁紙は？すみません。ちょっとお部屋を拝見しますね。おそらく、私の記憶が確かであれば、この部屋にお住まいの方は、ラカウシャハイドさん、武装集団エンジェルウィングスカンパニーにお勤めの、いつぞやの窃盗犯じゃありませんか。いや、本当に、予期せぬ再会って面白いですね。